おつ何をそんなに急いどるんじゃ。あ、お通さん、飛脚が届いとるよ。私に？うん、留守やったから預かっておいた。うん。又八殿、この度ご縁の候て当方の養子にもらい受け候。何卒以後は又八殿のことお忘れくだされたく、まずはかようにまで一筆示し参らせ申し候。どうかわしのことは諦めて他へ嫁いでおくれ。また本院殿の母には今さら文も気恥ずかしく、お前様より他国で無事暮らしていることお伝えくだされ。どういうこと？又八さん、これは一体どういうことなんです？お通さん、こんなとこにいたのか。これは昼間の飛脚組じゃないか。しまっておき。みんながそなたを探しておるんじゃ。気は進まんじゃろうが、北条へお酌に行っておやり。住職も困ってるらしいんじゃ。ああ、わしも一緒に行ってやるの。おい、こら。拓庵さん。あ、わしか。これは雲水。その方には用事もない。下がれ。いえ、結構でございます。酒のそばで書物なんぞ読まれていたら酒がまずくなる。書物はもう伏せました。目障りじゃ。では書物はこうして外へ出しました。書物がではない、その方というものが酒の座に不似合いだと申しておるのだ。寺に坊主はつきもの。嘘を仏像と思われればよい。ほれ、このようにな。酒なんか無礼なやつだ。ああ、お客様は一人が好きじゃと仰せられる。孤独を愛す、それ君子の心境じゃ。お通さん、お邪魔をしては悪い。さあ、あっちへ下がろうか。ほらほらほら。ああ、何ですかいの。誰が大通までつって下がると申した。あは。君子の正体は能なし役人ですか。無礼者。それ直り。どうなさる。成敗いたしてくる。はあ。ではわしの首を切ってお主の主姫路の城主池田輝政公の前へ持って行ってごらん。輝政公がおや沢庵、今日は首だけでお越しかと驚くじゃろ。わしと輝政公とは大阪表でも大徳寺の茶会でもしばしばお目にかかっておる実婚な間柄よ。藩公とお知り合い？まず座りなさい。さようでござったか。主人輝政公とご実婚とは存じもよらず、失礼の段は幾重にも。まあそんなことよりも宮本村の竹蔵をどうしたら絡め取れるか、そこが肝心なところじゃろう。さればそれがしも日夜勝利をしておるわけで。竹蔵はこのわしが3日の間に捕まえて死んぜ。またお戯れを。いや、冗談は言わん。ただしわしが引き受けるには条件はある。それを承知せねばわしは雪の降るまで見物側に回っておる考えじゃがで、その条件とは？竹蔵を絡め取った後の処分はこの沢庵に任せることじゃ。さあ、その儀はどうなさる。よろしい。木曽が捕らえたら竹蔵の処置は木曽に一任いたそう。その代わり毎日3日の間に縄にできぬ時には。そうじゃあれがええわ。あの庭の木でわしはこうする。一体どこまで行くつもりですか？もう少し歩こうか。
くあんさんあんな約束してしまってどうやって竹蔵さんを捕まえますか？さあの竹蔵さんは普段でもとても強い人です。それに山狩りの者に囲まれてもう死に物狂いでしょアッキーとは今の竹蔵のことよ。う。どうして村の人はあんなにまで竹蔵さんのことを目の敵にするんでしょう。拓庵さんも竹蔵さんを憎みますか？ああ憎むとも次から次へと人間を殺める者を許すわけにはいかん。猿じゃよ。ここでどうするんですか？座っているのさ。座ってて竹蔵さんが捕まりますか？網をかければ空飛ぶ鳥さえかかる。お通さん何を考えておるのかね。私？悪かったら謝るがの実はのお通さんそなたのところへ来た飛脚組をわしは呼んでおるんだ。あれを？鳩屋の中で拾うたものをたもとに入れておいた。ああせめてお通さんにだけは世間の悪も人間の裏表も知らずに生涯を送らせたかったがの。拓庵さん、私は悔しい。子供の頃からいい名付けと決められてそれも定めと思えばこそあの人だけを心に刻まねばと。鳩屋でおる織物も私さんが戻ったら来てもらおうと糸を紡ぎ魂込めておりましたのにあの人は。その夜も次の夜も竹蔵は姿を現さなかった。そして3日目の夜が来た。拓庵さん、今夜きりですよ、約束の日は。そうじゃの。もうすぐ夜が白むでしょう。はあって何を考えているのです？もうそろそろ出てこなくちゃならんのじゃがな。竹蔵さんですか？うん。誰が自分から捕まえられに来るものですか？いやそうではないぞ。人間の心なんて実は弱いもんじゃ。のお通さんそれは笛ではないのか。ええ、これがたった一つ親の形見なんです。赤子の私を捨てた時この笛が帯に刺してあったそうです。一曲所望したいが。ではふつつかなサビですが。そこのお人
梅雨の中では冷たかろうに遠慮の火のそばへ寄ってお聞きなされ。拓庵さんどうしたんです？知らんのかお通さん。さっきからそこに竹蔵が来てそなたの笛を聞いておるではないか。まだしたい。ここへ今回来て一緒に遊ばんか。酒もあるぞ、食べ物もあるぞ。わしらはお主の敵でもない敵でもない。火を囲んで話そうやないか。竹蔵、お主はきつい勘違いをしておりやせんか。火もあり酒もあり食べ物もあり、また温かい情けも汲めばある世の中よ。それをお主は好んで自分を地獄へ駆り立ててこの世を歪んで見ておるんじゃろ。さあこっち来て火に当たれ。ええ匂いじゃのう。おつうさんよそってやってくれ。わしも腹が減ったわい。まあ座れ。うまいじゃろ。もうそれぐらいにしておきなさい。一度に過ごすと腹を壊す。十分にいただきました。お通さん。はい。ここへ何しに来たのか。昨べもこの辺りに火が見えた。実はお主を召し取りに登ってきたんじゃ。のう竹蔵、どうじゃろう。同じ捕まるものならばわしの法条に縛られんか。それはまあ領主の掟も法じゃし仏の戒めも法じゃが、同じ法は法でもな、わしの縛る仏の戒めの方がまだまだ人間らしい扱いをするぞ。やだほら。まあ聞け。骨になっても反抗してやろうというそのお主の気持ちはようわかる。しかし勝てるかの。勝てるかとは。憎いと思っておる人間どもにじゃ、領主の方にじゃ、いや己自身に勝ちきれるか。負けは覚悟だ。俺は最後になったら切り死にするばかりだ。本院でのババを姫路の侍どもも憎い奴らを切れまくって。姉上はどうするんじゃ。雛倉の山牢に囚われておるお主の姉お銀殿はどうする気じゃ。気立てのよい弟思いのお銀殿。そればかりか、美作の名門新面宗祭の家名を己はどうする気じゃ。知らん。もうそんなことどうなるのか。バカ者。不心得者、不幸者、お主の父母
に代わってこのたくあんが切開してやる。この拳を食らえ。痛いか竹蔵、痛いか。お通さん、そこの縄をよこし。何をはばかっておる。竹蔵はもうわしに縛られると観念しておる。わしの縛る縄は自死の縄じゃ。何を恐れる。何が何だろう。竹蔵は捕まったぞ。誰が手取りにしたのじゃ。白庵様がよ。村の衆に相談というのはこの竹蔵の性分じゃ。わしに任せると池田公のご家来は約束をしたが、しかしどうしたもんじゃろうな。殺したもんかいの、それとも生かして話してやったもんかいの。殺してしまうに限る。こんな恐ろしい人間生かしておいたとて何になろうぞ。村のたたりになるだけじゃのう。殺せ。ただ殺しただけで腹が言えよか、この悪党。たくあん殿。何じゃおばば。せがれまた八はな、こやつのために生涯を過ち、本殿家は大事な跡取りを失うたのじゃ。また八か。いや、あのせがれはあまり出来がようないからかえって養子でももろうた方がおばばのためとは違うかいの。何を言わしゃる。良いも悪いもわしの子じゃ。竹蔵はこの身にとってはせがれの敵なのじゃ。こやつの身の処し方、この馬場に任せてくだされ。ならん。ほら、見せ物ではないぞ。貴様らもとっとと立ち去りおろう。猿に及ばんよ村の衆。この竹蔵の処分をどうするか、その相談のためにわしが来てもろうたんじゃ。いておくれ。黙れ黙れ黙れ。この竹蔵は国法を犯した大罪人、しかも関ヶ原の残党。断じてその方どもの手で処置をしては相ならん。ご成敗はお上においてなされる。それはいかんわ。約束が違う。たくあん殿、貴公にはお上から約束の禁止が取らされるであろう。この竹蔵はこっちで申し受ける。無礼な。何がおかしい。どっちが無礼かいの、このおひげ殿。お主はこのたくあんとの約束を保護にする気か。よし、保護にしてみ。その代わりのわしが捕まえたこの竹蔵、今すぐ眺めを解いておっぱなす。お主はここで竹蔵と一騎打ちをして勝手に召し取るがよい。待て待て。何じゃ。せっかく召し取ったものを眺めをほどいてまた騒ぎを起こすまでもあるまい。よし、竹蔵は切らせる。だが首は渡してもらえるんだろうな。首冗談じゃない。葬式は坊主の務めよ。そなたに死骸を任せてはこの寺の商売が立ち行かんのじゃ。わかるの村の衆、一同のご意見を求めてもにわかにまとまりそうもないしな。また殺すにしてもじゃばっさり切ってしもうては腹が言えんというこの馬場もおる。どうじゃろうな。4、5日の間、この竹蔵の身を千年杉の梢に上げて手足を幹に縛り付け、雨にさらし風にさらしカラスに目玉をほじくらせるというのは、これはどうじゃろうな。いい考えじゃ。たくあん殿、いい知恵じゃ。4、5日はおろか10日でも20日でも千年杉の梢にさらして最後はこの馬場がとどめてみせるわ。
じゃのわしの眠気を一雨どっと洗い流すもよかろうて。そんな大雨が来たら竹蔵さん一体どうなるでしょう。たくあたくあどうした竹蔵。エセ坊主のたくあ一言言うことがある。この下に参れ。ああ竹蔵、なかなか元気でおるの。ああ元気はよいが、まさか近づいてくる死を恐れての空元気ではあるまいの。黙れや。死を恐れるならなんで神妙に貴様の罰を受けるか。いや罰を受けたのはのわしが強うてお前が弱いからじゃ。坊主何を言うか。これこれ日の上のお猿さん、今さらもがいてもどうにもならん。見苦しいぞ。聞けタコは。おお、なんじゃ。あの時この竹蔵が争う気ならば貴様のようなヘボキより踏み殺すのに造作はなかったのだ。ダメだよ、もう間に合わんわい。それを自分から縄を垂れたのは貴様の構造をめかした言葉にまんまとたまがられたのだ。たとえ縄目はかけてもこのような生き恥をかかせはしまいと信じたからだ。おお、それから。なのになぜなんでこの竹蔵の首を早く打ったのか。同じ死に場所を選ぶなら村の奴らや敵の手にかかるより坊主の貴様にと思って体を預けたのが誤りだった。誤りはそれだけか。お前のしてきたことは誤りだらけだとは思わんか。坊主覚えておれ。まあ干物になるまでのそこから少し10万世界の広さを見、人間界を高いところから眺め直せ。あんまりです、たくあんさん。いくらなんでも手向かいのできないものへひどすぎます。あなたはお坊様ではありませんか。竹蔵さんはあなたを信じて争わずに戒めを受けたのではありませんか。これはしたり同士討ちか。無慈悲です。こんなことなさると私はあなたが嫌いになってしまいます。殺すものなら竹蔵さんも覚悟のこと潔く殺してあげてはどうですか。うるさい、黙っとれ。いいえ、私にも口に出す権利があります。3日3晩私だって務めたんです。いかん。竹蔵の処分はの誰が何と言おうとこのたくあんがするんじゃ。ですから切るものなら切ったらよいではありませんか。何も半殺しにして人のむごい目を楽しむような非道をしなくても。さあもう行きなさい。行きません。また強情が始まったの。私も竹蔵さんを鬼と思ってました。でも本当の竹蔵さんは潔くて真偽に強い侍らしい侍です。縄をかけた時の竹蔵さんの涙をたくあんさんも見たでしょ。本当は心の優しい気の弱い人だとたくあんさんにはわからないんですか。お通さん、泣き虫のお通さん、そなたが別を書くと空まで別を書く。ほら本降りになるぞ。ぬでんうちに退散退散。ああ、もう死んできやすに構うことはない。はよおいで、はよおいで。竹蔵さん、今の私にはあなたの本当の心がわかります。又八さんが私のことを思ってると嘘をついたあなたの優しさがわかります。たくあんさん、たくあんさん。これはひどい。雨が降り込み、はよ入れ。たくあんさん、お願いです。あの人木から下ろしてあげてください。誰じゃ。竹蔵さんをとんでもない。追いに行きます。この通りです。
私をどうしても構いません。だからあの人を拝みます。拓也さんをおすがりします。私にできることはどんなことでもしますから。だからあのお方を助けてください。わしは寝る。そなたも寝や。お願いです。一生のお願いです。拓也さん。ああ、おばば、ゆうべの雨はひどかったの。良い君じゃ。しかしいくら豪雨に叩かれたとて一晩や二晩で人間は死ぬまいて。あれで生きてんのかの。身動き一つせんぞ。カラスが顔にたかっておらんところを見ると竹蔵はまだ生きておる。嫁を見なんだか。嫁とは？うちのお通じゃ。あれはまだ本意伝家の嫁ではあるまい。近いうちに嫁にする。向こうもおらんうちに嫁を迎えてどうするんじゃ。余計な心配はせぬものじゃよ。お通はどこじゃ。ゆうべの雨に打たれて熱を出して伏せっとる。そうか。たくあん殿、昼間の見張りはそなたの役目じゃ。しかと頼みましたぞ。竹蔵、返上する元気者になったか。竹蔵、なんだ思わず。ああ、その塩梅ならまだ五六日はもしそうじゃの。竹蔵、腹具合はどうじゃ。冗談無用。まず早くこの竹蔵の首をはねら。そうじゃ、怒れ。それぐらい怒ってみんとな、本当の生命力も人間の味も出てこん。若いうちは怒らねはいかん。怒れ怒れ。今にこの縄をすり切って大地へ落ち、貴様を蹴り殺してやる。よう聞けよ竹蔵。お前の勇気はの虫から来る蛮勇じゃ。人間の勇気ではない。怖いものの怖さを知る、それが本当の人間の勇気じゃ。お前には生まれながらの腕力はあるが惜しむべし知得がない。竹蔵、もう一晩よう考えてみ。その上で首をはねて死んぜよ。待ってくれ。何じゃ。もう一度木の下に戻ってくれ。どうした。赤ん坊、助けてくれ。俺は今から真似直したい。このままでは死んでも死にきれ。死にたくない。もういっぺん生きてみたい。生きて出直してみたいんだ。たくあん坊、ご承だ。助けてくれ。いかん。何事もやり直しのできんのが人生じゃ。世の中すべて真剣勝負。たくあんはその名を解いてやれん。念仏でも唱えて静かに生死の境をかみしめておくことじゃの。たくあん。
通だ。逃げましょう。あなたさっき生まれ直したいと言いましたね。言った。確かに言った。私ももうこの村にはいられないんです。竹蔵さん、私はあなたを救います。あなたは私の救いを受けてくれますか？おう、切ってくれ、切ってくれ、この縄目を。お父さん、大丈夫か？私はあなた。いや、生きてる。俺は生きてる。生きていますとも。あ逃げましょう、早く。もし人に見つかったら今度こそあなたも私も命がありません。背中につかまれ。何をしておる？この人だ。私が心の底で求めていた人はこの人だったんだ。この世に定めというものがあるならば、私は今生まれて初めて自分の力で定めをつかもうとしている。ここはどこだ？中山峠、もう頂上です。大丈夫か？一休みしよう。そんなに一度に食べるとお腹を壊しますよ。おばば、おばば、竹蔵めの捕獲は藩の役人に任せればよいと一刀で祝儀いたしたのじゃ。本意での当主はこのわしじゃ。おなごの道を踏み外し不義に発の落ちるなど許すわけにまいらぬ。おばば、このわしが許さぬのじゃ。我らが討ち揃って追っ手となっても国境を多数で通ればお咎めを受ける。そうじゃそうじゃ。もう頼まぬわい、もう頼まぬわい。わし一人になってもおつうと竹蔵をこのわしが成敗してみせるのじゃ。お父さん、俺はこれから日名倉の木戸へ行く。日名倉？あそこの山牢には姉上が捕まっている。姉上を助け出していくから、お父さんとはここで別れよう。あなたはそんな気なんですか？ここで別れてしまうくらいなら私は宮本村を出ては参りません。しかし竹蔵さん、私の気持ち今にゆっくり話しますけど、ここでお別れするのは嫌です。どこへでも連れてってください。でも後生です。あなたが嫌だと言っても私は離れません。もしお銀様を救い出すのに私がいて足手まといなら、私は姫路のご城下まで先に行って待ってますから。きっと来てくださいますね。城下外れの花田橋で待ってますよ。来ないうちは100日でも1000日でも経ってますからね。
ぬと蹴殺すぞ。ここにはおらぬ。一昨日藩の言いつけで姫路の方へ移された。何？姫路？怖いものの恐ろしさを知れ。蛮勇は真の勇気ではない。姫路城主池田輝政。関ヶ原の戦いの功績で宇喜多秀家から没収した領地姫路52万石が与えられた。勇猛知略をもって知られ西国将軍と呼ばれた名君である。高んぼ、あれか。あれでござります。なるほど、良い面魂だ。新面竹蔵と申すか。はい。その方の所業不届きであるぞ。はい。よって原価を申し付ける。お願いでございます。私への罰はいかなるものでもお受けいたします。何卒私の姉お銀をお話しくだされ。姉に何の罪がございましょう。お銀を放てば死罪も受けると申すか。はい。おい高んぼ、お前さんの説教がどうやら少しはこの若者の心に届いたようだな。高んぼ、処分はおこと任せじゃ。放免いたすか。さあのこの若者性根を変えるにはまだまだ。ああ、この白鷺城のお天守に変化の出るという噂のある開かずの間がござるはず。あら、その一間を拝借して竹蔵に幽閉申しつけてはいかがでござるかの。よかろう。してその期間は3年。竹蔵、3年の幽閉しかと申しつけたぞ。耐えうるか竹蔵。人と会わず暗黒と孤独の3年を生き地獄ぞ。3ヶ月の暗黒。キャツ、よう耐えておる。ここが竹蔵の少年部。
殿よりの下されものだ。待ってくれ。犯行に合わせてくれ。誰かわしと話をしてくれ。よく見よ、よく思え。ここには倭漢のあらゆる政権が文化へ捧げた光明が詰まっている。ここを暗黒像として住むのも光明像として暮らすのもただお主の心にある。兵を知る者は動いて惑わず上げて窮せず、故に曰く彼を知り己を知れば勝ち、すなわち危うからず。天を知り地を知れば勝ち、すなわち全うすべし。宮本武蔵、俺の青春まだ遅くはない。武蔵様。